こんにちは、もしくはこんばんは。三角ペンタです。本編、シエラ鉄道3号蒸気機関車&デロリアンは、多くのご視聴と高評価をいただき、ありがとうございます。本編でも言いましたが、大好きな映画をテーマに改造と動画制作をしたのですが、そのことが伝わったようなコメントも多くあり、大変嬉しく思います。今作でも、いつものように制作編をお送りしたいと思います。早速参りましょう。シエラ鉄道3号蒸気機関車とデロリアンは、ディズニーのウェスタンリバー鉄道と、E5 系の2スピードシャーシ、それとテコロジーの E7 系を素材に作りました。まずはシエラ3号機から作っていきます。ウェスタンリバー鉄道の機関車を分解すると、大きく、演出周りとシャーシ、動力ユニット、ボイラー上部とキャブ、の3つに分かれます。このうち使いたいのはこのパーツなのですが、ボイラー部分がかなり細めです。この内側に、この2スピードシャーシを収めるために、まずは電池部分を除去。次にウェスタンリバーのボディパーツをカットし、ボイラーの部分を先ほどの2スピードシャーシに当てがってみたのですが、どう見ても太さが足りなかったので、ウェスタンリバーからはキャブの部分のみを使うことにしました。シエラ3号機のキャブは丸屋根で、正面、側面ともに平面なので、プラ板やパテを貼り、やすって形を整えました。これにプラ板を丸めて作った筒を取り付け、こちらも形を整えて、ボイラーの大まかな形ができました。ここに演出扉を再現し、前照灯や手すり、ランボードなどを取り付けて、シエラ3号機のボディがおおむね完成。シャーシの方にも、シリンダーと配衝器を取り付けました。ちなみにシャーシのこの部分には、重りが積まれていたのですが取り除き、前側の連結器を取り付ける軸を作りました。ここに取り付ける連結器は、2両目動力車の製品のものを使っています。淡水車は、このウェスタンリバーの淡水車をほぼそのまま使いますが、シエラ3号機の淡水車の車輪は機関車のものと比べて小さいので、車輪を小さいものに交換したいと思います。交換する車輪はこれ。これまで様々な改造の素材に使ってきた C56160 号機の淡水車の余りです。ウェスタンリバーの淡水車はこのように、車体の裏側から蓋をする形で車輪を取り付けていますが、これをなくし、車輪は内側から落とし込んで固定する方式にしました。車輪の交換前後の比較です。だいぶ雰囲気が変わりました。ここに淡水車の襟の部分などを作り込み、ウェーブの4分の1丸棒を刻んで、淡水車に乗っている薪を作りました。こうして完成したシエラ鉄道3号蒸気機関車の改造プラレールを、テスト走行させてみたのですが、ショート動画でもお伝えしたように坂レールを登れませんでした。その大きな原因は、機関車と淡水車の連結部分に縦方向の自由度がなかったことです。この連結器はゴムのような素材でできていて、ある程度柔軟ではあるのですが大きく曲がるわけではなく、機関車の前輪を支点にして後輪が持ち上げられ、浮いてしまっていました。なので機関車側の取り付け部分の開口を、上下方向に拡大して縦方向の自由度を増やし、後輪の浮き上がりを解消することで、坂レールを登れるようになりました。また今回のシエラ3号機からの改善点として、前照灯の点灯に、秋月電子通称の 1.5V LED ドライバーモジュールを用いることにしました。これは 1.5V の入力を 3V で出力してくれるもので、わざわざボタン電池や専用のスイッチを積まなくても、LED の前照灯を点灯させることができるようになります。今回のシエラ鉄道3号機の機関車の内側はかなりギリギリだったので、これを使わなければ LED を灯すことはできなかったと思います。続いてデロリアンを作っていきます。これが素材に使ったテコロジー E7 系のシャーシです。電球色と赤色の LED が2球ずつと、前後進で色を切り替えるためのスイッチ機構がありますが、これらは使用しません。内側はこのようになっていて、後輪から3つの歯車を介してここの発電機が回され、電気を生み出しています。ちなみに、前後進での点灯の切り替えは、
この1つ目の歯車と同軸に取り付けられたパーツが動き、ここに2つある接点のどちらかを接触させる、という構造でした。バラバラにしたシャーシのうち、車体裏面に当たる側はこのように改造。改造後は連結器がメスに変わるので、ここに取り付け用の軸を追加。また車体内部の空間確保と、パート2番へのコンバチのため、前輪を下側から固定するようにしました。残る一つのパーツには、プラ材で作ったタイムトラベルの機器を乗せて、このようになりました。ミスターフュージョンはこんな感じで、原子炉冷却通気口はこんな感じ。ミスターフュージョンはボディ取り付けの邪魔になり、通気口はボディの固定パーツにもなっているので、この2つは完成後も取り外しできるようになっています。デロリアンのボディは完全にスクラッチになるので、最初にこのように厚紙で型を作り、その型を元に側面の板を切り出して、折り曲げ、ボンネットや屋根などを取り付けて箱型に。これにプラ板を貼り、パテを持って削って、ホイールアーチの張り出しやボディ下半分の膨らみなど、細かい部分を作り込んでいきました。グリルとヘッドライトはこんな感じ。ライトのレンズは 3mm 厚のアクリル板。グリルの横線は、エバーグリーンのカーサイディングプラシートを使いました。DMC のロゴはかなり大ぶりですが、0.3mm プラ板から手で小さく切り出すのはこれが限界でした。ボンネット上のレトロな装置も、プラ材やアクリル棒を使って作り込みましたが、このうち電球はこのように、アクリルビーズとアクリル棒を接着し、放課後も透明になるゼリー状接着剤を使って段差を鳴らして、それっぽい形に作りました。フラックスバンドはこんな感じに作りました。1mm 真鍮線を手曲げして2本の骨を作り、その外側を装飾してそれっぽくしています。網状のシートは、ダイソーのメッシュケースを貼ってそれっぽくしました。この内側には同行のために、タミヤの透明ソフトプラ材にミリ丸棒を通してありますが、一工夫しています。この透明プラ材にそのまま光を通しても、反対側の切り口は強く光りますが、途中の側面はほとんど光りません。なので側面の一部をヤスリで削って平らにし、さらに荒らしてすりガラス状にしました。こうすることでこのすりガラス状の面で光が拡散し、プラ材の側面も光るようになります。ボディの内側には、このように LED が仕込んであります。ヘッドライトは 3mm 砲弾型の電球色 LED を使い、その足をフレームにして、フラックスバンドに使用した青色のチップ LED を配線しました。LED の配線は2個直列 ×5 並列になっています。2個直列にすることで必要な電圧が増え、高速時にのみ光るようにしたのですが、必要な電圧が発生する速度を得るためには、シエラ鉄道3号機のモーターを、タミヤのウルトラダッシュに換装する必要がありました。製作編の最後に、改めて完成したデロリアンの構造と、ホバーコンバージョンへの組み替えを動画でご覧いただこうと思います。これは、ボディ側の接続端子。ここに電源をつないでやる必要があります。さっきも説明した通り、組み立て前のシャーシにはミスターフュージョン灯がついていません。これが、テコロジー機構から来ている端子です。パート3のデロリアンではこの2つをつなぎます。ボディとシャーシの組み付けは、ボディ後端とシャーシの先端内側にそれぞれ爪があって、これを引っ掛ける構造です。組み付けたらバラバラにならないよう、原子炉冷却通気口のパーツの下側に取り付けた、真鍮線のピンを刺して固定します。先にパイプの先端を、奥まったところにある遮蔽壁の穴に刺さなければならないので、ちょっと大変。最後にミスターフュージョンを取り付け、ミスターフュージョンのロゴもシールで貼りましたが、印刷が潰れちゃって見えないですね。パート3のデロリアンが組み上がりました。
こんな感じで、後輪の動きで発電して発光します。続いて、ホバーコンバージョンデロリアンに組み替えていきます。組み替えに使うパーツはこの3つ。タイヤはミニ四駆のものから、ホイールがなるべく似ているものを選んで使用しました。車体仮面のパネルもそれなりにそれっぽく再現しています。組み替えていくので、まずは両方の車輪を取り外し、先に後輪を取り付けます。こちらは組み替えのパーツをはめて、蓋を元に戻せば OK。続いて前輪なのですが、組み替えパーツに変える前に、この中にある LED への電源の線を差し替えます。差し替えたら少しケーブルを車体の中に押し込んで、前輪側の組み替えパーツを取り付けます。このパーツが広くなっているのは、仮面の再現というよりもケーブル隠しが主目的です。ネジを締め終わったら、仮面の穴に台座のピンを刺して接続。最後に、ボンネットのレトロ装置を取り外して、ホバーコンバージョンデロリアンの完成です。ここまでご覧いただきありがとうございました。バックトゥーザフューチャーは本当に大好きな映画で、ストーリーの面白さはもちろん、日本語吹き替えのセリフ回しの妙や、タイムトラベルの矛盾の考察などを、何回も見て楽しんできました。ストーリーが進むごとにデロリアンが改造されていくのもかっこよく、そんなビカビカ光る未来のマシンが、最後には蒸気機関車に押されて現代に帰ってくる、というところもいいですよね。今回その姿を再現してみたので、皆さんにもそれを感じて楽しんでいただけたなら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。